はい、どうも元です。ベトナムもですね、4月の下旬、4月の末から、5月の3日まで、5連休だったんですけど、僕一人で住んでるんでですね、休みの日に家にいるっていうのが嫌いなんですね。それで、連休中はどっか行こうかなということで、当初はですね、ハノイからラオカイまで寝台列車で行って、そのラオカイからちょっと山岳ライドをしようかなと思っていたんですね。でブッキングサイトっていうか、旅行予約サイトでいつまでもですね、ハノイからラオカイのですね、寝台列車のなんていうのかな、予約できますよみたいな感じで出てたんで、いつでも予約できるって思ってたんですね。で連休直前にですね、予約したところですね、一回お金はですねペイパルで降りたんですけど、翌日にですねブッキングできませんでしたっていうのが来てしまってですね、予約できなかったんです。で、行き先をですねまた違うですね、モクチャウの方行こうかなと思ったんですけど、モクチャウも今の時期はいいシーズンらしくて、いい感じのホテルがなかなか取れなくてですね、街の外の郊外のちょっと不便そうなところしかなかったんで、ですね、自走できるところで、あまり人が行かないようなところを候補地として選びました。でそれがですね、今回ギアローなんですけど、もともとムーカンチャイまで行こうかなと思っていたんで、途中のギアローまで、約200キロですね、そこを目指すことにしました。連休初日にですね、準備して出かけたんですけど、朝ごはん食べて出た瞬間にですね、雷雨、豪雨が始まりまして、道がですねもう川のようになってしまいました。途中だったら頑張って先進んだかもしれないですけど、うちからですね200メートルぐらいだったんで、もうこの日はですね、一旦家に帰って着替えてですね、何もしませんでしたというか、動画を編集して休み前にあげたんですけど、で翌日ですね、天気が回復しそうだったので、また準備をしてですね、翌日出かけました。翌日もですね、ちょっと雲行きは怪しかったんですが、前日と比べてもですね、天気予報の方がなんとか持ちそうというか回復しそうだったんで、朝ですねホームステイ宿泊先を予約してですね出かけました。最初雨降ってなかったんですけど、途中ですねバビさんあたりからですね結構雨が降ってきまして、ご覧いただいている通りですね、水たまりができたり、結構雨ですね降ってましたね。で寒くはなかったんですけど、やっぱりちょっとですね山の方行くとやっぱ体が冷えてきたんで、途中でウィンドブレーカー来てですね、山の方を向かいましたね。この道はですね、途中去年山の方に行った時に途中まで走ったことがあるんで、大体のルート的なっていうか、どういう道かは分かってたんですけど、去年来た時よりもですね、道路の舗装状況がかなり良くなってる感じですね。僕自身も1年間でおじさんですけど成長してるので、特に、大変なこともなくですね、進んでいきました。実は以前来た時はですね、小さい台風がハノイに来た時にですね出かけてたので、もう土砂崩れとかですね、道もですね洪水状態だったので、その時に比べればですね多少の雨、はですね苦にならないというような感じですね。前回のロングライドがですねトリプルっていう200キロちょっと山を登る、山というか3つの山を登るっていうやつの時にですね補給に失敗したので、
今回は自分の力を過信しないようにですね、いい頃合いでですね補給を取るようにしました。最初はバビ山の近くで、走って1時間半ぐらいかな、朝ごはん、ですね、あと雨宿りを兼ねて、休憩して、その後はどこだったかな、トゥークックっていうですね町があるんで、そこでですねブンチャーをいただきました。そこを越えてからかな、雨が止んでですね結構道っていうか天気がいい感じだったんですね。それからなんだろう、ずっと山道を登っていくんですけど、獲得標高がこの日は2000ぐらいだったんですけど、獲得標高の割には斜度がきつめの坂がないというか、普段僕が登ってるところはですねバビ山だったりタムダオだったり、あとはゾンっていうところなんですけど、大体もう斜度がですね10%以上のところが結構あるところなんで、大体 5,6% ぐらいかなの坂道が続くというような感じでですね、きつくはないですね。ただ楽しいかって言われたら楽しいかどうかは別ですけど、やっぱりこう綺麗な景色が見えるとですね、やっぱり誰かと競争してるわけじゃないんで、確実にですねペダルを回せば前に進むということでですね、楽しみながら特にですね初めて来るところっていうのはやっぱ初めて見る景色なんで、こんなところがあるのかっていうのでですね、特にギアロについてからはですね初めてだったんですけど、結構いい感じの山あいの街なんですけど、結構開けてるし、あとはですねホームステイに行くまでにですね吊り橋を渡ったりとかしてですね、ホームステイも高床式の少数民族、タイ族かな、タイ族っていう民族の方がやられてるところだったりとかですね、あとは水牛もですねそこら辺をかっ歩してるのでですね、なかなかいい感じ、天気がね良かったんで、雨が上がったんで、もしこれドロドロだったら多分もう疲労でいっぱいだったんでしょうけど、ホームステイもですね僕が予約したところじゃなくて違うところをですね宿がいっぱいだったみたいで準備してくれたんでうるさいってお客さんと離れてですね一人で貸し切りで寝ることができました。結構ここは200キロなんで、週末1泊2日でまた来てもいいかなというふうに思いました。いろいろね食事の件とかいろいろあったんですが、また翌日ですねここからムーカンチャイという棚田の村を目指すことになります。はい、ということで今回の動画は以上になります。今回もご視聴いただき誠にありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。